ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。ロシア国防省が正式に発表したレオパルト2戦車を撃破したという発表が全くのフェイクニュースだとしてインターネット上で笑い物になっています。通常こうしたロシア側からの発表に対してこれはこういうことだから間違っているフェイクニュースだという指摘をするのはいわゆる陣営的には西側の人たちが多かったわけですが、今回インターネット上で世界中とわざわざつけた理由というのはロシア国内の中からも国防省の発表しているものが間違っているものだと指摘があるからです。レオパルト2戦車を撃破したというのであれば、その撃破映像を公開すればよいわけですが、ロシア国防省が発表したものが笑い物になってしまったのはなぜなのか。今回の動画ではそのことについて解説していこうと思います。それではまずは関連ニュースから見ていきましょう。ロシア国防省発表。ロシア軍はレオパルト2戦車を8両撃破した。ウクライナ軍の攻撃を完全に退け、多数の戦車や装甲車を撃滅することに成功した。このような発表をロシア国防省は行ったわけですが、その後、インターネット上では袋叩きに遭うこととなっています。ドイツ戦車を撃破。実はトラクターか。ロシア発表にプリゴジン氏ら批判。ロシアのショイグ国防相が6日、ドイツが提供したウクライナ軍の戦車、レオパルトなどを撃破したと発表した後、映像を見たロシアの軍事ブロガーや民間軍事会社ワグネル創設者のプリゴジン氏が農業用のトラクターだなどと批判。昨年撮影の映像との見方まで出ている。これまでもロシア国防省の発表には疑問の声が出ていたが、さらに不信感を強める事態になりそうだ。ショイグ国防相は6日、ウクライナ軍の4日からの大規模攻勢を阻止したと表明。その中で、レオパルト戦車8両やフランス製軽戦車 AMX-10 両に損害を与えたとしていた。国防省もレオパルトを含む外国製の装甲車両を破壊したとする映像を公開した。ドイツは3月、ウクライナに主力戦車のレオパルト2を引き渡したと明らかにしていた。ところが映像には大きな車輪らしきものが映っており、それを見た軍事ブロガーはアメリカのメーカーのトラクターやコンバインだと結論付け、ロシア国防省に対しては言葉がないと批判した。別の軍事ブロガーは公開された映像はロシア軍のヘリコプターから昨年撮影されたものだとし、何のためにレオパルトに見せかけたのかと驚きをあらわにした。ロシア国防省と対立するワグネル創設者のプリゴジン氏も SNS で映像について奇妙な戦術によりウクライナ軍の戦車がお互いの方向に向かって移動しているのが明らかだ。コンバインに偽装されたが方針が下に曲がっていると皮肉った。さてここからは記事の補足です。ロシア国防省広報室は関連映像を公開しました。ロシア軍の KA-52 攻撃ヘリコプターがレオパルト2戦車を破壊した際に撮影されたという映像です。野原に止まっている黒い物体を狙った後、ミサイルを発射、爆発する映像が収められています。それでは公開された映像を見てみましょう。中央に映っている黒い物体が、ロシア側はこれがレオパルト2戦車だとする車両で、これに対して KA-52 攻撃ヘリコプターが攻撃したとされています。ミサイルは命中し爆発しました。これをもってロシアはレオパルト2戦車を撃破したとしたのです。それでは、レオパルト2戦車がどのような姿か確認しましょう。こちらがドイツ製の戦車レオパルト2。ここで覚えてほしいのは地面との接し方です。自動車の場合だと前後にタイヤがあってその真ん中が宙に浮いていますが、戦車の場合だと地面にペタッとくっついているような姿だというのを覚えてください。そして左が先ほどのロシア国防省が発表したレオパルト2を撃破したとされる黒い物体です。インターネット上ではこの黒い物体明らかに戦車とは形状が異なり、前後にタイヤらしきものがあり、少し斜めから見たであろう姿として後輪の2つ目の車両が真ん中近くにあります。このような姿とぴったり合う形状というのが今回ご紹介した記事にもあったようにアメリカの農業用機械なのです。前後に大きな車輪と白黒の画像にした場合においては方針らしきものに見えるかなと思えるような棒状のものが前方に突き出ています。そしてロシア国防省はレオパルト2戦車を8両撃破したと言っていますが、この映像の中においても冒頭においては数台の農業用機械が行き交っている様子が映っており、これらを全て撃破するなどしてカウントを稼いだのだと思われます。このような検証を経てロシア国防省の発表したレオパルト2戦車8両撃破という話は
完全に嘘なのではないかと疑われ批判され、そして笑われているわけです。このためインターネット上では、ロシア軍がレオパルト2戦車として発表しているものは一体どんなものなのか、参考例としてこんなイラストが拡散されています。ロシア系の戦車であろうとも、アメリカから供与された装甲車両であろうと、もしくは一般的なバスや農業用機械も全てレオパルト2だというような発表がされてしまうというのです。一方、本物のレオパルト2戦車については、まだ供与されていないアメリカ製の戦車だと間違ってしまう。そのぐらいの認識でロシアは発表しているんだというわけです。ロシアのこうした真顔で嘘をつきフェイクニュースを流す姿勢というのは別に今回に始まったことではなく、以前からずっとそうです。今回もまたやったかというような感想しか出ないわけですが、しかしここに一つ変化がありました。それはロシア国内の方からも、これはあからさまなフェイクニュースで間違っているではないかと批判が上がっていることです。これまでロシア国防省がこうしたフェイクニュースを流している理由というのは、そもそもロシア国内にはこれでも別に構わないから。ロシア国内においては、このような嘘丸分かりの話であっても、知識のない人や検証し直すといった習慣のない人たちを簡単に騙せるといった事情などがありました。つまり、情報を公開することによって、実際に戦争に駆り出されるロシア国民向けのプロパガンダとしては、この程度のレベルでも全く問題ないと、ロシア政府は考えているということです。ですから、ロシア以外の国において、これがあからさまに間違っていると指摘されたところで、全くロシアは気にもしないというわけです。しかし、ロシア正規軍に対する批判を強めているワグネルの頭目プリゴジン氏が、ロシア国内で軍の上層部らが嘘をついていると批判し、ロシア国民を味方につけようとしていることは、ロシア軍にとっても非常に頭の痛い問題となっています。一部にはこうしたプリゴジン氏の言動というものがロシア国内において政治的な権力をも手に入れようとしているからではないかという予想もされています。彼が傭兵組織のリーダーだけではなく、ロシア政界においても一定の地位を得たいと考えている可能性は確かにありますから、今後もこのようなフェイクニュースが出るたびに彼はこれを利用して現在の軍が腐っているという話をすることによって肉親などをなくして軍への不信を高めている国民から広く支持を取り付けようとしているかもしれません。というわけで今回のニュースはここまで。ロシア国防省が正式に発表した内容、ロシア軍がレオパルト2戦車を8両撃破したという話。公開された映像は明らかにレオパルト2戦車を撃破したものではなく、農業用機械を複数襲う、いわゆるウクライナの農家の人たち、一般市民を付け狙った無差別攻撃の結果が公表されている可能性が高まっています。これまではそうした外向けの情報発信について間違っていると批判されても全く気にしていなかったロシア国防省なわけですが、今はロシア国内で真っ向から批判する勢力が存在し始めたことから、これまでの流れとは少し異なる展開がこの先待っているかもしれません。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想コメントもぜひとも書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。